皆さんこんばんは。夏目さんちの源です。容器から出すことで危険性を伴うレスポンズを飼育しているさやです。わかった？今意味わかった？いや、いけた？全然いけてなかった今。いけてないの？どういう意味？血糖値足りてないんじゃないの？足りてねえよ、もう何時だと思ってんだ今。一日も終盤だぞもうこれ。はい。ということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか？やっぱここかな。ドアノブー。しかもこれ実話です。実家の風呂のドアがこれになっちゃって、風呂今ネジしかないんだよ。どうやって入んだよ。紐でつってる。はい。はい。ということで今回やっていく企画はこちら。左右対称ツール、ズルなのか。これですね、ちょっとこの間の目の動画やったじゃないですか。目いっぱい描くやつ。そうだね。で、あの時に左右対称ツール使ってたりしてたんですけど、その時にちょっと視聴者さんから DM 来てまして、左右対称ツール使ってたら、友達にずるくないって言われたらしいんですよ。そういうね。確かにこれは意外と難しい問題と思いました。じゃあ例えばモデル、クリスタに入っているポーズモデル、3D モデルを出して、それをトレースして絵を描くのはずるいのかとか。そうね。てかもうそもそもなんか資料を見て描くなんてずるじゃないっていうさ、絵を描いてる側としては、いや資料を見ないで描くとか、何が描けんねんみたいな。何が描けんねんっていう話なんだけど、そういう意見とかたまに見るから。確かに。で極論言うのであれば、僕がね昔から大好きなイラストレーターのキム・ジョンギ先生ね。その方だと思った今。もう亡くなってしまったんですけれども、その方のライブドローイングを見たことあるんですけど、本当に何も見ずに意味わからんパースで、一発書きでいろんなもん描いちゃうっていう。でそれは曲芸の域なんですよ。そうだね。そうイラストレーターのアキマン先生かな、がツイッターでおっしゃってたんですけど、一発書きは曲芸ですよみたいなこともおっしゃっていたりして、一発書きだったりとか資料を見ないで何かを書くっていうのはとんでもない達人が成し遂げられる技みたいな。そうなんで主義にもよると思うんですけど、お絵描きのツールの中に入ってるもんだったら別に何でも使ったらいいじゃないですかって僕は思っちゃうタイプです。いやそうだね。てか大体そういう人が多いんじゃないでしょうか。で左右対称ツールを使うのって、これ結論から先に言うと、全然ズルじゃないですね。いやズルじゃない。私もそう思う。ただ、一点言うのであれば最初から左右対称ツールで左右対称のものを描こうとしたりとか、絵の練習をするときに左右対称ツールは使わない方がいいみたいな。なんか結構ねイラストレーターさんでも使ってらっしゃる方いるんですよ。有名な方でもね。顔自体の印象は左右対称でも、一部のパーツを非対称にしてるとか、対称するべきとこはして、左右対称にしないとこはしないみたいな感じでアレンジして使ったりする方が多いと思うので、完全に悪ではないっていうのは明言した上で、今回は左右対称ツールしか使えないお絵描き対決やっていきたいと思います。待って、さやさんの国語力が足りなかったということでと繋がらなかった気がするんだけど。いやだから左右対称ツールだけで、一体どんな絵が描けるのか、確かにね。ちゃんとやってみたことなくない？ないかも。正直。でも待って、私さ斉藤直樹先生のさ、そうなんですよ。でもあの時はあの時で、なんか他の条件もね揃って、それも破ってとかってあったから。純粋な左右対称絵描きって実はあんまりやったことないんじゃなかろうかと思って、確かに。でその時斉藤直樹先生が言ってた言葉を借りると、宗教的なものの印象が出るみたいな。そうね。結構完全左右対称にしてもいい感じの絵にする逃げ道っていっぱいあるんじゃないかって思ってるんで、今回は気兼ねなく左右対称ツールを使って楽しくお絵描きをしようのコーナーです。イエーイ。左右対称ツールは怖くないんだよっていうやつね。うまく付き合っていきましょう。さやさんもね右半分発泡スチロールだしね、左右対称じゃないから大丈夫だよ。全然文脈おかしいだろ、左右非対称すぎるだろ。ということで、今日は左右対称でお絵描きやっていきたいと思います。さあでは早速やっていきましょう。でしょう。本当に左右対称を使ってるとこういうことなんで、片方書いたら終わるんですよね。左右対称ツール別にズルではないけど、楽ではあるのは間違いない、ほらすごいよ。ほらひまわりだってさ、左右対称なんだからちゃんと対称に書こうって言うのしろよ。不安になるひまわりだなこれ。
まずラフロ。もうラフもなしでいこうかな、今回。やば、さすげんじゃん。なんかさ、プロクリエイトがさ、すごくクソデカアップデートが入って、すごいね、ペンがね、いっぱい増えて楽しいよね、今。充実、今なんかフィーバータイム来てる。このプロクリエイトのさ、キューブラシもめっちゃ好きなの多いんだけど、新しいブラシが楽しすぎて。いや、楽しい。なんかね、鉛筆もね、なんかこんな。そう、鉛筆こんなにあるんだね。そうそう。ただプロクリエイトの悪いところは、ブラシの名前がおしゃれすぎて何が想像つか何ロフティって何みたいな。確かにこれはロフティだなってなりたいよ、マルタの花何はあ、そうですかみたいな。そう。どうしようかな。鉛筆でいくか。よし。ね、本当にかゆい。我慢して。ね、かゆいね、本当この悲しみは動画にして消化しないとさ、もうなんか成仏できない。聞いてほしいんですけど、先日ね、わらちゃんがね、なんかちょっと体調悪そうにしてて動物病院連れてったのよ。そしたらまあ特に病気が見つかったってわけじゃないから病院で経過観察していきましょうみたいな感じで終わって、あ、よかったと思って待合室で待ってたら、わらちゃんのお母さんみたいな感じで言われて、なんかすごい大慌てで来られて、どうしたんですかって言ったら、もしかしたらわらちゃん飲みがいるかもしれませんって言われて飲みみたいな。恐怖のね。そうなんかお外って行きますって言われて、怖すぎてお外は出してなんかないですって言ったんだけど、玄関の靴の裏についてる土から飲みを拾ってきてしまったらしくて、わらちゃんが玄関に行く猫ちゃんマジ気をつけてほしい。それで今我が家はね、飲み大パニック中なのよ。いやマジね、かゆい、まあでもかゆいのは事実ある。憎しみがすごい今。全然関係ない話なんだけどさ、この前さすごい奇跡を起こしたの覚えてる？この前ね、ゲンさんとさ、映画見に行ったんだけど、この映画を見ている間、私の実家にパラちゃんをちょっと見ててもらうみたいな、でうちの実家はもうねパラスケのためにねもうテーマパークになっているので、うちの親はすごい喜んでね毎回見てくれるんですけど、一応でもなんかお礼にっていうことでミスドをね買いに行ったんだよね。映画始まる前にじゃあミスド買って、でこれをこうお土産にね持って帰ろうねっつって、でも映画館だからこうミスド持って入れないから、ね、もう夜だったからね涼しいからもう車に一回置いてきちゃおうかっつって、ゲンさんが車のど真ん中に置いたの、そうその後に2人で同時になんかミスドを狙った車上荒らしにあったらどうしようねみたいな話題を本当にマジで同時にしたいやすごい目立つ位置に置いちゃったなって思って。そうあれすげえ好きだった私、ミスドを狙った車上荒らしに皆さん気をつけてください。さ、左右対称ツールで書いてる時にどっかでやっぱり不自然さ取ったりさバランス取ったりするために左右対称崩すけど、今回は左右対称で最後までいかなきゃいけないという縛りだから、ある意味気楽かもしれない。確かにね。そうどうやって左右のバランスを調整しようかなみたいな、ここだけは対象にしないようにしようとかさ、そういうのもないわけじゃん。今回はそういう楽しさがある逆に。それこそでもやっぱあるかも、自覚としてはなんかこれ俺手抜きじゃないかみたいな、ちょっと手抜いてないかみたいな、本当にここは左右対称にしたいからしたのか、なってるからそうしちゃってるのかみたいな、その辺が分からなくなる瞬間って結構あるけど、今日に関しては左右対称にしなきゃいけないんですあなたは。でもそれ縛りだからっていう理由をつけてるんじゃないですか。理由をつけてるっつってんだろかっこいいゲンさんの絵。そう僕もうねこの路線で行こうと今回は。でもねこの左右対称にすると、例えばねじゃあ口にピアスをつけましょうってなった時にさ、でも両方にピアスはみたいな、なんかそういうのがあって、ちょっと今難儀してるそこに関しては。確かにね。ピアスだったらまだいいんだけど、なんかさ口のピアスさ、両方になんかちょっと痛そうじゃない？ピアスはどっちにしろ全て痛そう。さやさんがピアスをつけているキャラクターを描いていた時は、ピアス穴を開けたんではなくて生まれた時から開いていたということにしてほしい。どういうこと？痛そう。生まれた時から開いてる方がなんか嫌じゃない？どういうことってなる？ね、これさ平成のオタクの生きる術の話していい？私平成のオタクなんですけど、平成にあったオタク文化で、今もうちょっとずつなくなってきてるんじゃないかと思ってるものが一つあるんですね。それはキャラソン。あるでしょ。なんか今どちらかっていうと、なんかどうなんだろう。なんかね個人的にイメージなんだけど、最近って
さもともとなんていうかアイドルとかさ、はいはい、なんかそういう設定のキャラが多いからこう曲があってもなんか不自然じゃないというか、そのイメージが勝手にあるの、だけど昔に比べるとキャラさんって減ったなってなんとなく私が勝手に思ってるんだけどここで一つ、だけどそのキャラの声優さんが曲を出してることが結構多い。そうするともう何でも OK になってしまってそのキャラが全然違う話し始めた。歌っているという妄想がこちらで追加されるっていう、そう抜け道みたいな。そう脱法キャラソンみたいな脱法すんのさあということで完成まで書いていきましょう。はい、はい、いやなんかもうすごい書き込みの勢いが。いやもうなんかねやっぱり左右対称ツールは、本当に何も考えないで書けるっていう欲も悪くもね。でもこれ何も考えてないんだ、考えるわけないじゃん。だって左右でバランス整える必要ないんだからさ。いやまあそれはそうね。そう考えて書かないわけよ。うわーなんかすげえ、なんかいろいろ書いてるんですけど、はい、まあでも半分しか書いてない、ね、そう半分しか書いてない。わーなんだ。これはでもね最近プロクリエイトのブラシでアップデートされて入って楽しかったテクスチャがつけられそうなブラシがいっぱいあったんで、はい、それをちょっと今試す実験がてらいろいろやってるって感じですね。すごいなんかいろいろなんか色は塗ろうとしたんだけど結局やめました、ラスボスやん、そうさやさん動画でも言ってたけどね、強い。そうラスボス感はやっぱ強くなってしまうなどうしてもな。やっぱこの後ろのエフェクトが確かにそれはそうかも。そうさせるのかも。そういやちょっと塗ろうと思ったんだけど、いやこれなんかモノクロのがいいんじゃないかっていうことでやめました。かっこいい。すげえ。でちょっと手が欲しかったので手を適当にシルエット描いて左右対称に入れるっていう感じですけど、はいさやさん。これさやさん急になんか目だけ描いてる、どうしたんだろうね。困ってる。なんだ知らないやついる。全然見てなかった時にいたひまわりがいた。デジタルタイムラプスちょっとあまりに恥ずかしいのですけど、なんかさあれ最初トイペじゃなかったんだ。そうだよね。途中でいろんなことに気づき、そう結構紆余曲折あってこうなります。そうなんだ。そうでそうなんか途中でねなんかトイレットペーパーがそう左右対称で、そしてトイレも左右対称だということに気づいたから、じゃあということで急にトイレットペーパーを書き始めるっていう、まあこのタイムラプスだけ見ると本当に狂気の差なんだけど、いやマジで意味わかんなくて面白いねこれ。いやでもねこれ、この絵を描き終わって数日後に気づいたんだけど、これ頭の上にさトイレにはまってるバッグを描いてるんだよね。そうでバッグってほら体下半分下白じゃない、これちょうど半分白になる。トイレに挟まることはいということでぴったり2時間だね。おーすごい、ぴったり2時間ぐらい書いてましたが、どうでしょうか。左右対称ツールのみのお絵描き。せーのドン。できたやっぱり真正面にはなるよね。まあキャラクターを描こうとするとねすごいラスボスなんだけどすごい。なんかやっぱさ使いこなしてるよなこのプロクリエイトというさこのソフトを。ありがとうございます。いやでもさやのなんかさや2時間でちゃんと色塗ってんの偉いね。なんかもうかわいい。もうマジで意味わかんないなんでバクがさバク至るとこにバクがトイレットペーパートイレから祝福してきてるし、そうだよ。お前はなんでそんな表情なんだって一体何を持ってきてるのかさ何をもたらすものなのかわかんないよこいつ怖いんだよこれ。一周回って混沌をもたらすものだよこれ怖いのこのよ。天使っていうかなんか可愛いでしょ。バック1匹が良かったんだけどね、やっぱなんかね2匹になっちゃうんだよね勝手に。そういうのこっちに描くとバック可愛いねバックすごいさやちゃんと色塗ってて偉い。いやそう大変だった。可愛い。赤ずきんくんいやトイペ天使です。トイペ天使ですトイペ天使。いやいいね。これ何なんですか。トイペ天使だっつってんだろ俺だってわかんねえんだこの。それ以上でもいいかでもない。そういやなんか普通になんかこう顔のあたりをね塗り込むのがすごい楽しかったんだけど、そういやなんか確かにこう宗教画じゃないけど、なんか神秘的なねそう感じにはなるから、最初赤ずきんちゃんにしようと思ったんだけど、なんかトイレを描くときに、トイレってめっちゃ左右対称だってことに気づき、いやトイレにしようってなって。大体プロダクトは左右対称なんだ工業製品は左右対称のことが多いんですけど、それで感動して、のでトイペ天使という謎の設定が生まれ、でなんかこうちょっとロリータっぽいなんていうか、フリフリ系のやつにしようってなった結果、トイペ天使という意味がわからない。で書きながら私も怖かったもん。なんだこれみたいな。何これこいつでもさ
こういうシチュエーションなんだろうと思ったけど、これだよ、トイレットペーパーがないって思った時に、あったって思った時のあれは天使。なんかたまにさ、ある。トイレットペーパーないやばいどうしよう誰も人呼べないどうしようでいろんなところ探してる時にねって時あるあれはトイペ天使が実は置いといてくれてるやつ。これのこういう仕事してる人がいる。あ、そういうね。トイペがないところに人知れずトイペを1個補充してくれる人。素敵。でもやっぱこの祝福してるっていうのがさ、トイレよかったね、尊厳失わなくてよかったね、パーン。あ、そうトイペが届きましたよっていう。いや、いいね。はい、っていう謎絵ですけど、いやすごいね、ゲンさん。なんかもうずっとすごいんだけど、なんかすごいというか、ゲンさんなんかもうさ、アートだよね。何も考えてないのよ、これに関しては。マジで左右対称で勝手に対象になってくるの。すごいな、考えてない。なんか俺なんかやっちゃいましたと同違うじ文様だったよ。そういうんじゃないの、マジで。いや、すごいよ。この左右対称に書くことによって、やっぱり適当に書いてる模様がさ、適当になくなるよね。あ、まあそうだね。半分がこうなるから、意図的にこうなんか広がっちゃう。いつも僕が適当に書いてる模様って、うわめんどくせえ、こっち側もこれ書くのかよみたいなやつが多くて、結構イラストの場合っていうか、イラスト描くときに変なもん描いたら片側違うもん描いちゃうんだよね。あ、そうだね、ゲンさんいつも飽きちゃう。これマジで飽きちゃうから左右で同じもの描くとなんか結構飽きることが多くて、おにゃおにゃって書いたやつを同じ風におにゃおにゃってこっちには書かないことが多いんですけど、勝手にそうなるからね、おのずとなんかその何かが作りたもうたものみたいな空気が出てくる。すごい、本当に荘厳だよ。こいつでも絶対さ、関わっちゃまずいよね。でも好きなものカップラーメンとかであってほしい気もする。かわいい。これカップラーメン作る前の所作なんじゃない3分間待ってやるみたいなワクワクな。本当はワクワクな。3分しか戦ってくれない。あ、強っ。めっちゃ強いじゃん。毎回絶対にカップラーメンのお湯を入れると権限しちゃうけど、カップラーメンを食べたいから3分だけ絶対戦うっていう。かわいい。戦いを3分以内に確実に蹴りつける子。めっちゃ強いし、めっちゃかわいい。すごい。全然楽しい。これはこれで楽しいお絵描き方法かもしれない。あとこれを左右対称ツール使わないで描いたらシンプル 1.5 倍ぐらいは時間かかる。あ、そうかかる。そうだ、今回これ2時間で終わったのはやっぱり左右対称ツールを使ったからですよね。そうだね。いやだからまあものというか、この機能はうまく使って目的に合わせて使えばやっぱり楽しいし、そうだね。あとやっぱズルではない。ズルではない。どうでしょうかということで、はい、我々の答えはズルではないし楽しいが、ちょっと1個も言うのであればちょっと飽きる。まあね、左右対称でずっと絵を描き続けるとちょっと飽きるのはあるかもしれない。なんかやっぱりなんかこう自分のさ、こう創意工夫できる場所がさ半分になっちゃうからさ、面積実は描いてる面積こっちしか描いてないから。なんかさ、よくあるけどやっぱこう洋服とか考えてる時にさ、やっぱこっちはリボンつけて、こっちはじゃあフリルにしようかなとかって考えてもさ、どっちもリボンになっちゃうからさ、絶対そうなるからね。そういうあれはあるかもしれない。ということで皆さんもぜひ左右対称ツールで遊んでみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。また皆さん何か気になることだったり、やってほしいことね、はい、これどうなんみたいなことだったらコメント欄によろしくお願いします。じゃあこの後はね、ゲンちゃんカップラーメンにお湯入れた後3分間で鞘を倒せるのかやってみようと思います。倒すの概念どこなのオセロとかで。オセロで3分結構で早いよ。早いよ、倒せるか。